たった一杯のお酒があなたの人生を狂わせる世の中のタブー、飲酒運転。今回はその危険性を V オプトが徹底検証。森戸片岡のシミュレーターによる真面目な分析に始まり、最後は V オプトの誇る人間モルモットを使っての人体実験を実施。飲酒運転がどれほど危険なことなのか、総力を挙げて実証する。感覚的には OK でも実際にはまるで NG。 その理由をドクターが語る。飲酒運転撲滅企画、酔っ払いレース。自らもレース経験を持つ医学博士の清永先生に飲酒運転の危険性を聞く。ドクターズアイ。やはりアルコールを飲むと注意力だとかそういう判断力の低下っていうのが指摘されています。運転のシミュレーターでの実験なんですが、危険な状況の察知までの時間っていうのを、見たときに、いわゆる30歳から55歳ぐらいの中年層では血中アルコール濃度が 0.05% で、遅延してきたという報告があります。いわゆる、ほろ酔い以前の状態、そういう状態でも、判断力が鈍るということを、知っておいていただきたいかなと思います。横浜市にある 130R 横浜。飲酒運転の危険性を安全かつ明確に測定すべく、今回の実験にはレーシングシミュレーターを用いる。そしてこの実験のナビゲーター、そしてドライバーを務めるのはこの両名。シラフの時とお酒を飲んで酔っ払ってしまった時にどれだけ反応や運転が変わってしまうのかをですね、真面目に検証したいと思います。それではですね、今日のドライバーを呼んでますので紹介したいと思います。どうぞ。どうも片岡達也でございます。はい、今日ご用意したプロドライバー片岡達也さんです。 V オプト読者には D1 グランプリに80スープラで参戦している姿が馴染み深い片岡。しかしその本業はプロレーシングドライバー、谷口とのコンビで GT300 へ BMW で参戦する。かつてはフォーミュラ日本にも参戦し、表彰台に上るほどの凄腕ドライバーなのだ。その片岡が今回挑戦するのはピーキーなマシンによる狭いコースのアタック。これで飲酒時の差を浮き彫りにする。聞くところによると片岡選手、10年ほど前に F3 でマカオを走ったと。走りました。でなんとハミルトンに次ぐ3位を。いや、ついてないです。走ってただけです。途中で止まっちゃったんで。ただ一瞬は、世界3位を走ったことがあるわけですから、今日は楽しみですね。それではですね、ぜひまずはシラフの状態から乗っていただいて、ちょっと酔っ払ったらどうなるのか、ご覧ください。初めてのシミュレーター、さらには久々のフォーミュラマシン。結果は中は狭いですからね、差がはっきり出ますよ。久々のフォーミュラマシンで多少のミスが出るかと思いきや、そこはプロ。体で走りを覚えてるとばかりに F3 マシンでマカオを激走する。それではシラフ状態の走りがどんなもんか、しばらく片岡のアタック走行をご覧ください。何秒？でも15秒か。いいや、これで。さすが。さあここから、本当は僕らはこういうことをやりたくないんですが、お酒を飲んでしまったら運転がどういうふうに変わってしまうのか、これをですね、検証してみたいと思います。ただですね、片岡選手、片岡プロね、飲んでもあんまり酔わない男水球みたいになっちゃうとまずいですからね。それがどういう状況になるのか、ぜひご覧ください。ドクターズアイ。そうですね、例えば体重60キロの人が、ビール500ミリリットルを大体30分ぐらいで飲んだ場合っていう場合はですね、大体アルコールは3、4時間ぐらい、体の中にとどまると言われています。自分が冷めたかなって多分飲んだ後1、2時間して思う方も多いかと思うんですけど、その時点ではまだ多分アルコール
測ると残っていることが多い。いわゆる、道路交通法で引っかかる、0.15% ですか、そのあたりには入っているとは思います。まずは手始めに缶ビール2本 700ml を飲み、呼気中アルコール濃度を測定。結果は 0.178、酒気帯びギリギリアウト。それでは実験スタート。すでに効果が出てます。ちょっとでも飲むと気持ちが大きくなっちゃうんで、危険な領域に入っちゃうんですね、やっぱね。自分で気づかないうちに。さっきより画面が揺れて見えるんですけどお、慎重だね。ドクターズアイ。視覚機能に対するアルコールの影響はやっぱり特に動くものを見るときに起こりやすいと言われてますので、運転っていわゆる動体視力って言いますよね。で運転には非常にいわゆるマイナス要因に働く一つの要素じゃないかなと思ってます。大丈夫だと思っていてもやはり目に来ていた片岡。タイヤが切れてる。言っちゃなんですけど、画面の動きに目がついていかないんですけどもうすでに効果は出てるわけですね。効果出てますよ。悪い意味の。はい。でもなんかいける気がするんですよ。あ、なるほど、なるほどね。仕組みですからね。ほろ酔いで乗った片岡に感想を聞く。かなり大胆。気持ち的には大胆にいってる感じ。なんかさっきよりも俺天才に思えてきた。やっぱ世界3位がだんだん出てきちゃった出てきちゃった出てきちゃったわけだね。ドクターズアイ。少量の飲酒で確かに気分が良くなったりだとか通常の緊張だとか抑制が取れることっていうのはあるかとは思います。ただ中枢神経に及ぼす影響というのは多少なりともありますので、判断力が鈍ったりだとかブレーキが踏めなかったりというのは往々にあることだと思います。さらに実験は続き、ワインタイム突入。それではワインに突入したいと思います。いただきます。これ1本飲まなきゃいけないんだよ俺。酒豪の片岡、ものの15分ほどでボトル4分の3を飲み干す。結果アルコール濃度は 0.566 まで上昇する。基本的に現状もう運転しちゃいけないなという自覚症状があるレベルでございます。いやね、なんか僕今ハミルトンより速い気がする。なんか発進が速いよ。発進に行く。もうピットロードから全開だよ。全開だね。あ、でもなんか速く走れる気がする。これでいける感じがしたんですね。今まであんな走り方したことありません。おい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 。ほら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 。だん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 と自分で何をやってるか分かんなくなってくると思います。この後信じられないミスを犯す。お居眠り運転ですよ今の。完璧今のは居眠り運転です。今のは言い訳していいですか。はい。セクタータイムを見てたらもうカーブだったんですよ。じゃあこの注意力散漫ですね。そうですね。あんなことは今までないですもんね。はい、飲酒の悪い効果が完璧出てます。もう全然いい加減な足になってきちゃいました。完璧、もう今の集中力はもうほぼないです。ないです。自分が今何してるのか分かんなくなる時はもう常にその領域に入ってますね。これはシラフの時はノーミスだった片岡だが、酔いの深さとともにクラッシュは激増。今日の検証は、片岡選手、片岡プロ、今日こんだけ飲みました。やっぱりこう飲んで酔っ払ってきちゃった後はもう乗り方がいい加減になってきてしまったりとか、なんかシフトがこんな適当になっちゃったりとか、やはり気が大きくなってくるのが一番。それは絶対起きるよね。だんだん視
視界がこう狭くなってきちゃうね。狭くなるし、あとはそのやっぱり目の動きが動きに対してついていけなくなる状況はいっぱいいろいろ変わるわけじゃないですか。そうですね。全くついていかないし、何よりもだんだん自分が天才に思えてきちゃうんで、いや最初来た時よりもだんだん過信してきちゃった。だから今すごくもうこんな状態ですよ。これが一番危ない。俺は大丈夫だっていう人が結構いますよね。多分周りの友達とか仲間にもいると思いますが、そういう人ほどやるときは大きいです。危ないです。ですからぜひね、もし周りにそういうね危ないような行為をしようとする人がいましたら絶対に止めてください。約束です。お願いします。飲酒運転の恐ろしさが分かったところで、俺たちは V オプト、このまま終わるわけがない。